旅トラベルガイドの K です。今回はこの旅のメインイベントアンコールワットを観光します。チャンネル登録して一緒に旅を体験してください。ホテルのレストランで朝食をいただきます。オーダービュッフェ形式で好きなものをいくつでも注文可能。ついつい食べ過ぎてしまいました。Cinnamon sugar and steamed pumpkin. ホテルの詳細は別動画で紹介します。アンコールワットへの移動は配車アプリグラブでトゥクトゥクを呼びます。15,300グラブ予約。すぐに配車できました。I'm coming over。今から行きます。Hi, good morning。人生初のトゥクトゥクを体験。確かに風が気持ちいいね。風が気持ちいいです。アプリ上で到着予想時間が確認できます。アンコールワットの看護が見えてきました。神話における海を表しているそうです。遺跡の手前は市場になっています。以前は遺跡の目の前にあった店舗がここに集約されたそうです。この人たちがあれやな、アンコールパス。紫のシャツを着た人がスタッフです。Good morning。スマホでアンコールパスの QR コードを提示して入場します。Thank you。参道までは写真やガイドの客引きが続きます。参道は上智大学が協力して2023年に修復されました。当時の風合いを再現したので、あえてデコボコ感があるそうです。修復期間中にかけられた臨時の浮き橋、参道への負荷を減らすために、現在は帰り道として使用されています。壁一面に精緻な彫刻が施されています。右側には4メートルもあるビシュヌ神像が安置されています。もともとは中央指導に祀られていた本尊だったという説があります。アンコールワットはビシュヌ神の神殿としてスーリヤ・バルマン2世によって建設されました。ビシュヌ神像が祀られていたはずだと考えられています。それでは中央の門から進みます。
かつては王様専用だった特別な入り口です。参道からは見えなかった本堂が現れました。参拝者を感動させるために設計された900年前の視覚トリックです。参道も歩けます。参道を挟んで左右対称に経蔵が建てられています。経典を収めておくための図書室のような場所だとされています。本当に図書室だったのかは解明されていません。経蔵を抜けると聖地が見えてきます。こちらも左右対称に配置されています。逆さアンコールワットが見られるフォトスポットです。この日はあいにくさざ波が立ってしまい少し残念でした。参道の欄干は蛇の神様ナーガです。神々の世界である本殿と人間世界をナーガがつないでいるそうです。本殿が近づいてきました。神の領域を守る4体の神波像が鎮座しています。階段の下で中央指導が一旦消え、登るにつれてじわじわと現れます。第一回廊の入り口に向かって進むと、中央指導がまた消えていきました。視覚効果をかなり意識した設計になっています。回廊は日陰になっているので風が抜けると涼しく感じます。第一回廊は東西が約200メートル、南北が約180メートル、一周約760メートルあります。壁一面に精巧なレリーフが彫られています。ヒンドゥー教の神話や当時の戦いの様子が描かれています。内側の柱の下が削れていますが、遺跡に住むコウモリと雨が当たらない影響だそうです。こちらはスーリア・バルマン2世軍隊の行進、アンコールワットを建てた王が実際に描かれています。こちらは入会各藩。神々とアシュラが巨大な蛇ナーガを綱引きのように引き、不老不死の薬を生み出そうとした神話です。実際に歩くと精緻な彫刻が途切れることなく続いていて圧倒されます。アンコールワットの建築は1113年に即位したスーリア・バルマン2世によって始められ、亡くなるまでの約30年間行われました。このレリーフも30年もの歳月をかけて彫り続けられたそうです。テカテカ持ってる。
第一回廊から中心へと進むと十字回廊が現れます。通路が十字に交差して空間が4つのへこみに区切られています。このへこみは沐浴地だったそうです。当時は水がなみなみと張られ、アンコールワットの奥へと進むことを許された王や高僧たちが身を清める神聖な場所だったと考えられています。十字の通路が東西南北の4方向と完全に一致します。驚くほど精密に設計されていることがわかります。上の方が赤いのは16世紀仏教寺院へと生まれ変わった時に塗られた漆の跡だそうです。第2回廊に向かいます。十字回廊からさらに中心へ進むと一段高い第2回廊です。一辺が約100メートル、一周約430メートルの回廊です。第2回廊の内側には第3回廊、外側には十字回廊や第1回廊が見下ろせます。第1回廊とは対照的に第2回廊の壁にはレリーフが一切ありません。あえて壁を空白にすることで外の世界の雑音をシャットアウトし、心を落ち着かせるための空間として設計されているそうです。確かに厳かで神秘的な雰囲気が漂っています。はい。ウェイオブビジット、こっちが暗い通路を抜け中庭に出ると、パッと明るくなり、第3回廊に巨大な第3回廊が現れます。第3回廊を見上げると四隅の福祉堂は見えますが、一番高い中央指導はほとんど見えません。期待が膨らみますね。第2回廊の外壁には大量のデバター、女神が彫刻されています。回廊の内側とは雰囲気が一変します。裏側に設置された急な階段で登れるようになっています。7つのレギュレーションが書かれています。15分以上滞在してはいけない。12歳未満の子供と妊婦も登れないそうです。短パンは膝丈は OK、 それより短いと NG みたいです。カンボジア仏教の仏術は第3回廊に登れません。事前に確認してから行くようにしてください。やばいんすけど、かなり急な階段を慎重に登ります。手すりが熱い。手すりが熱いよ。手すりが熱い。いい角度です。第3回廊は一辺が約60メートル、一周約240メートルの回廊です。神々の世界に最も近い第3回廊。デバターの身につけているものも圧倒的に豪華になっています。
穴が開いた手旗がありました。建設当時の運搬用の穴でしょうか。ここですね。アンコールワットの正面に回ってきました。勾配が緩やかな王様専用の本当の階段があります。かつて王様しか見ることができなかった景色です。約600メートル先の西東門までしっかり見渡せます。ヒンドゥー教で世界の中心、神々が住む聖なる山、須弥山。中央指導はその山頂です。地上からの高さは65メートル。ついにアンコールワットで最も神聖な場所に到着しました。16世紀に仏教寺院へと改修された際、中央の部屋は四方を石の壁で塞がれ、その壁の前に4体の仏像が東西南北を向く形で安置されました。建設当時は現在西東門にあるビシュヌ神が祀られていたのかもしれません。こんなところにも掘ってあるんや。怖いところ掘ってあるわ。おお、これは足がすくむやつです。帰りは下が見える分、さらにスリリングです。入場から約2時間が経過しました。見どころ満載ですが、暑さで体力の限界に近づいてきました。十分な量の水分を持っていくようにしてください。西参道は入り口専用のようですので、浮き橋から帰ります。浮き橋です。位置関係はこちらが本当のチケットチェックポイントの近くにアンコールワットパルビーがあります。トイレは清潔でした。紙は流せないのでご注意ください。紙は事前に取る方式でした。このトイレはアンコールパスを持っていれば無料で使用できます。アイスクリーム。こちらはフードコート。$4と$2。こちらはカフェ。アイスクリーム。いずれもクーラーはありません。大瓶$4。小瓶が$2、$1.5。カフェメニューもある。唯一クーラーが効いているのがスタバ。灼熱のアンコールワット観光の締めはスタバ一択です。この度のメインイベント、アンコールワット観光。見どころ満載であっという間の2時間でした。次回はアンコール友の中心寺院バイヨンへ。さらにシェムリアップ市街での買い物や食事を楽しみます。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。